そうですね。中学生の時に本屋さんに行って読んで、すごい好きなキャラがいたんですけど、死んじゃって、めちゃくちゃショック受けながら、焼きを見ながら帰るみたいな、ずっとその光景が残ってて、いい意味でも悪い意味でも、ちゃんとショックを与えてくる偉大な作品だなって思います。そうですね、私漫画から入って一応全部見てはいるんですけど、一番好きなのは漫画ですね。貞本さんの絵がすごい好きなんで。そうですね、なんか自分は結構エヴァンゲリオンちゃんと見てたし、結構ちゃんと好きでいろんなものを追ってた方だったんですけど、エヴァの絵ってほとんど描いたことないなって。でレイもアスカもすごい好きで、10代の頃からフィギュアとかめちゃめちゃ買って、やっぱなんだろう、造形美というか造形としてすごい美しいなって思ってたんですけど、全然二次創作とか描いたことないなって思って、やっぱりちゃんと描きたいなって思ったんで、なんかどっちかだけも嫌だなって思うし、なんかその映画版だとマリとかもいますけど、でもやっぱ自分の中でのエヴァはレイとアスカだなって思ったんで描きました。そうですね、なんか結構これはちょっとノイズみたいな加工を入れてて、髪の毛とかプラグスーツにもかなり入ってるんですけど、その普段自分が絵を描くときよりもかなりそのノイズとか加工の量が多いんですね。なんでなんかちょっとそのプラグスーツとかも含めて異質なものみたいなのを描きたいなって思ってて、こう可愛い女の子とかこう普通の人間ではないっていう描写がちょっとできないかなってのは研究してました。あとちょっと自分なり、そんなに似てるかわからないんですけど、結構その自分が好きだった漫画の貞本さんの塗りというか色感に近づけたいなって思って、そういう意味ではいつもの自分の絵よりもちょっとそのトーンを貞本さん寄りにしたいなと思って描いてました。そうですね、なんか個人的に思ってる部分として、貞本さんとかその漫画のイラストって感触のイメージが強いんですよね。なんかアニメとかだと結構パッキリしてるんで暖色寒色ってイメージが湧かないんですけど、漫画はすごい感触のイメージが強くて、自分の中でその緑とか青のイメージが強いんです。だから緑とか青を感じさせるような色を全体的に入れたいなと思ってやってました。なんか最初は背景がある絵とかもうちょっとライトな絵とかも考えてたんですけど、なんかやっぱりなんだろう、プラグスーツもそうですし、エヴァンゲリオンに出てくるキャラクターの頭身ってかなり高いというか足が長いというかスリムな体型なんですよね。で自分とかが普段描くよりも長いなって思ったんで、ただそのやっぱ長さがエヴァの良さだなって思う部分があったんで、ちゃんとその足とか腰部分をなんか長く描きたいなっていうのがあったんで、それでやっぱりその体の美しいラインが出るような構図にしたいなって思いました。記号としてこういう例えば獣耳だったりとかこういう服かわいいよねっていうのはあると思うんですけど、それ以上にやっぱりそのキャラクターが人間であるっていうことはすごい意識していて、自分のキャラクターデザインをするときはもうこの子は何が好きなんだろうとか、この子はこういう時こういう行動するなとかもうシミュレーションして、例えば仕事でやれば結構そういうのをその相手に出すこともあって、このキャラはこうすると思うんですよねっていうその行動から性格とかを作っていって、このキャラはこういう時こういう行動する、こういう反応するっていうのはめちゃめちゃ意識して書いてます。その上で自分が思うこのキャラってここが一番可愛いよなみたいな、かっこいいよなっていうのはちゃんと出せるように意識してます。もうどっちも好きですね。なんかオリジナルばっかり書いてると二次創作書きたいなって思うし、二次創作書いてるとオリジナル書きたいなって思ってて、ただなんかそのオリジナルを書くのと二次創作を書くのってちょっと意味が違っていて、二次創作はそのキャラが好きっていうのもそうですし、すごい書いてるとデザインの勉強になるんですよ。
例えばそのキャラクターデザインが平面的に作られたキャラなのか立体的な構造を意識して作られたキャラなのかとかで結構全然もうその絵を描く時の違うんですよね。そのリズム感も変わってくるんで、なんでそこも含めてはこのキャラクターデザインをした人はこういう風な気持ちでデザインしたんだなっていうのがすごい書くと分かるんで勉強になります。意識的な部分が結構大きいんですけど、なんか平面的なデザインと立体的なデザインってどっちも違った良さがあるんで、どっちがなんか正しいとかもなくて、ただその作業工程が変わることもあります。その最初にちゃんと全部線画で落として描くキャラもいれば、模様とかデザインを後で付け加えるキャラもいて、やっぱりその後で付け加えた方がむしろその絵に乗る場合もあれば、最初にちゃんと描いておかないと描けないっていうキャラもいますね。結構思ったのが、海外のゲームでいうと Apex と Valorant のキャラクターデザインは結構違うのかなって思ってて、Apex の方がやっぱり立体的というかキャラっぽいけど現実的なデザインをすごく取り入れてるのに対して、バロラントはアニメのキャラクター的な平面的なデザインがすごい多いなと思っていて、なのでやっぱり Apex の絵を描くときはすごい細かくちゃんとものを描かなきゃいけなくて省けないんですよね。いろんな要素がすごい多いんで。でバロラントの絵はまあちょっと公開してない絵があるんですけど、裏でこう描いてて思ったのは、すごいもう結構シンプルなラインでキャラクターが成り立つんで、なんかちょっと立体的に見るとどうなるのかなここはって思う部分はあるんですけど、やっぱりその線というかデザインの気持ちよさが乗ってるなって思ったりしました。なんでやっぱバロの方がキャラクターはそこまで最初書き込まなくても成り立つ絵だって私は勝手に思う。そうですね、なんかもう完全にインスピレーションで置いてるんで、パレットというかもうないんですよね。いつも使うこの色とかっていうのは、まあその置いてる色は似てる色が本当に多いと思うんですけど、なくて、もうこの絵はこうだなっていうのでどんどん載せてっちゃうんで、なんか気づいたらこういう色になってたみたいな、自分がいいと思う色がこうなってたって書いてたんで、感覚なんだろうなと思います。妥協しない時ですね。妥協せずにちゃんと満足するまで描いた絵が完成度が高いなって思うんですけど、結構できた直後はなんか絶望してることが多くて、なんでこんな絵描いちゃったんだとか、もうダメだ、なんでこんな下手なんだって思うんですけど、時間経つとこれめちゃめちゃいい絵だなってなるほど。なんか確かにこう出した後に気づくこともあるんですよね。ここ直してないとか、ここなんか変だなって気づくことも多いんですけど、もう自分はもう出した直後に絶望してます。毎回ダメだってなって、時間経って意外とうまいやんみたいななってくって感じですね。絵で言うとうまいとかではなくて、見て感情が動かされるかどうかですかね。そうですね、なんか例えば見て元気が出るなとか、見て可愛いって思うとか、あとその見た時に自分のちょうど今置かれてる状況とかに共感する、その嬉しいことがあったから頑張ろうって思ってることがあったから頑張れるとか、悲しい気持ちに寄り添ってくれるとか、そういう気持ちに寄り添えるものがいいものだなって思ったりします。そうですね、なんかやりたいことがどんどん浮かんできて、いろんな人を巻き込んでやりたいとか、いろんな人がどう思ってくるんだろうみたいなところがあったりするんで、その中で自分がその今持ってない力が必要だってなった時に覚えてみようとか、
あとその人間観察的な部分もそうなんですけど、この人どういう人なんだろうとか、このものって何なんだろうっていうのが湧いた時に結構どんどん入っていく部分があるんで、なんかちゃんとそれを自分ですくい取ってやるっていうのが大事かなと思いましたね。そのやるって決めたらやる逆にやりたくないって思ったらやんない、やりたくないものとか嫌いなものはやらないっていうとこですね。なんか自分はそれでは成長しないなと思ってます。自分が興味を持った方が人はやるんじゃないかなって思うんですよね。そのこうやってから辛いけど分かる楽しさっていうのもあると思うんですけど、絶対に興味があるものの方が進んで覚えるんで、昔その絵でめっちゃ絵描いてたんですけど、嫌いなものも描こう苦手なものも描こうって言って描いてたんですけど、全然うまくならなかったんですよね。でもそうですね、その例えばメカニックとか銃とかって苦手だし大変そうだし嫌だな、でも描けた方がいいかもって思って描いてた時あったんですけど、全然気持ち乗らなくて、でもやっぱり今 FPS ゲームやってからの方がメカニックに興味持つようになったんで、そっちは全然描けますね。上達も早いと思います。苦手なことをやんなくていいと思いますっていうと、なんかやんなくていいっていうとなんか急にポカラしちゃう。私デッサンとか全然やってこなくて、美術的な勉強はしてこなかったんですけど、でも多分自分が興味持ったものが美術的だったものもあったんだろうなと思ってて、ただいわゆるこれやったら絵が上手くなるよねっていうのはほんとしたくなくて、デッサン何が一番嫌いかっていうと、そのものを写実的に描くじゃないですか。そのものと自分が描いた絵が違ってたら下手だって思うんですよ。下手って思いたくないんですよ。本当に自分が下手だって思わされないような工夫をしたいと思って、自分が最強だとか自分ってマジで才能あるな、天才だなって思えるやり方で絵を学んでいった方がいいと思います。そうですね。あとなんか自分の中で変なそのフェチズムがあって、食べれないものを食べたいなって思うのがあって食べないんですけど、なんかすごい変な妄想をすることがあって、なんか気持ち悪いものとか嫌いなものを見た時にこれ食べたらどうなるんだろうってなんか思っちゃうんですよ。なんかうわ気持ち悪いって言って相手が気持ち悪いものを摂取したらどんな気持ちになるんだろう、もっと気持ち悪くなるんだろうなみたいな、なんかでも全部においてその想像するのが好きで、だから結構物書く時に美味しく書くみたいな、食べたら美味しそうみたいなのは意識して。そうですね、なんか苦手なこととかやんなきゃでやる必要ない。仕事になっていったらやらなきゃいけないこともやるのは大事だと思うんですけど、それよりも好きなこととか興味あることをやってみた方がいいと思います。いやなんかやっぱりブラジルから日本に帰ってきた時にどこまで自分がいけるかとか、もうとにかくもうストイックに物事をやってって勝ち取っていきたい、自分が獲得していくことが面白いってなってたんですけど、今そういう気持ちになってるんで、もう一回その自分がどこまでいけるかっていうのを限界まで試してみたいなと思ってます。